やっちまいや。どうも、やっちまいです。ウェルカム、ヤスです。よろしくお願いします。今回は SB19 ゲントザ・ファーストテイクリアクションしていきます。いやー、マジで海外の方にもリアクション動画が届いたみたいでめちゃくちゃびっくりしてます。もちろん日本の方もご視聴ありがとうございます。少しだけ英語で喋らせてください。Hi, my name is Yasu. I'm Japanese and I like singing. I recently published my MAPPA reaction video and many people have watched it. Thank you so much.I am very surprised to receive so many comments from everyone overseas. In addition, thank you for subscribing to our channel. Again, please enjoy my videos. I plan to add an English translation, so please make use of it. Let's go! さあ今回は1回目のねファーストテイク出演で歌いましたゲントなんてねジェントなのかなゲントなのかなファーストテイクの歌唱リアクション&歌唱分析していきます。前回は壮大な優しいバラードを聴かせていただきましたが、今回はフィリピン初の5人組ボーイズグループ SB19 が初登場。2021年米ビルボードミュージックアワードにて東南アジアアーティストとしては初めてだってトップソーシャルアーティストにノミネートされた彼らが今回披露するのは中毒性のあるフレーズとインパクト大の腰ヒットダンスが TikTok を中心に話題となった楽曲ゲント。小さな努力の積み重ねこそが成功につながるというメッセージが込められた本楽曲を The First Take だけのスペシャルバージョンで一発撮りパフォーマンスということです。中毒性のあるフレーズそしてインパクト大というのがとても気になりますね。そしてマパとの違い、一体どんな彼らの歌唱を今回聴けるのか楽しみです。じゃあ行きましょう。気になるところを止めながらリアクションしていきます。では行きます。レッツゴー。よろしくお願いします。こっちが1回目だからね。立ち位置は前回と同じっぽいですね。まあこっちか1回目かそうだったから2回目が同じだったっていうことですね。パブロさん歌うまかったよマジで。今回ようやく名前を覚えられそうなんですよね。フィリップさんですね。ジャスティン、ジョシュ、パブロ、ステル、SB19 Nice to meet you。 よろしくお願いします。ちなみに私高校生の時英語かイングリッシュコースに通ってたので少しだけ英語が得意です。以上です。お願いします。ビートがお祭りみたいなちょっとこう民族的な香りもするような気がしますね。The first take man。 フィリップさん本当に低音が魅力的ですよね。Let's go。めっちゃいい声。マパとの声の緩急がすごすぎてびっくりマジか。パブロさん何でもできるじゃないですか。いただきます。ジャパニーズセイ、ジャパニーズセイ。いただきますね。ご飯を食べる前の挨拶ですね。いただきます。I want some。 声に歌唱に深みが出ていますよね。I woke up。 ちょっとこうハスキーにしゃがれたような歌唱になってるのと力強さ感じますね。Potato。カーカーがなり、日本語ではがなりと呼ぶんですけれども、めちゃくちゃこうアクセントスパイシーな歌唱技術っていうのもたくさん出てきてますね。バラステミのメリコール。力強いです。熱い。お何ミマロミマロ。多分フィリピン語タガログ語も歌詞に入っているんじゃないかなと思いますね。英語とフィリピン語を交えた曲になってると思いますし、ジョシュさん非常に歌声がすでに中毒性を生み出しているような気がしますね。ノリノリ体が揺れてくる感じだね。Look at me, look at me。 喉ちょっとこう裏返すような歌唱なんですけど、ここに中毒性が生まれてるような気がしますね。てかラップもいけるんかい。前回めっちゃバラードだったのにラップもめちゃくちゃできるんかい。まるで違う人間のようですよねこれね。このなんねミラリティなんねこれめっちゃ好き。めっちゃ好き。頭に残りますねサウンドが。
ミマロミマロ、ちょっとこうねちっこい歌唱っていうのもまたいいですよね。溺れていくような、歌唱に溺れていくような感覚になりますよね。表情がめちゃくちゃかっこいいですね。ジョシさん、表情かっこいいですね。He's handsome。めっちゃいい声だよね、ステルさん。めっちゃいい声。Yeah, I'm gonna see you later。高音が非常に綺麗で艶がある声ですよね。シャバー、音の移動、綺麗です。サビへ向けてどんどん曲のボルテージが上がっていくような感じですよね。ウキウキワクワクするような流れですよね。レイダー、発音真似したくなります。シャワー、笑いながら歌ったりとか、歌唱に常にこう楽しんでいる姿だったりとか、音楽で遊んでいるような様子っていうのも声色から聞こえてきて楽しくなってきますね。めっちゃ like a little power、声に張りがありますね。で、この後ろのパブロさん、ナイスフェイクですね。盛り上がっていきますね、楽曲がね。シーンがね、こう丸みがある感じがフィリピンの発音なのかなっていう風に推測してます。サワミーマネバーゲンラー。ジャスティンさん、非常にソフトリーで優しいぬくもりのある歌声ですよね。ビブラート綺麗です。One more day、 だんだんパッションが上がってきました。うえーギャー、ここにサビ前ですよね。おそらく緊張感が生まれましたよね。今一瞬こうトラックもストップして息を飲むような感じで、カメラ目線素晴らしいです。あ、なるほどね。フィリップさんも低音でユニゾンで歌ってたわけなんですね。添えるような低音がまた心地いいですよね。ママデーバー、かっこいいな。ここギンガー、しっかり口をグワッて開けることでよりワイルドな歌い方になると思います。素晴らしいです。めっちゃ決めフレーズかっこいい。おお、なるほど、ここでゲントが出てくるんですね。ゲントゲントメンゴーメンゴー、いろんな人がこう乗りやすい、音楽を楽しみやすい中毒性のあるリズムですね。これ聞いたら忘れないですよね。ちなみに今インターネットでゲントの意味を調べてみたんですが、流行中のゲントの歌詞はフィリピン語の言葉でこのようにを意味するゲントや財産を意味するギントをかけた言葉遊びで、小さな努力の積み重ねこそが成功につながる。なるほどね。こう成功への闘志、夢みたいなのを熱く歌っていく曲なのかもしれないですね。アドバイエンも力強いですね、フィリップさんね。フィリップさんの低音めちゃくちゃいい。パブロさん、歌声に表情がとっても鮮やかに見えてくるので、聴いててめちゃくちゃ楽しいし、感情が揺れますよね。ミリタンゴ、これはファルセットなのかな、ミックスボイスなのかな、非常に興味深い発声を使っていますよね。今らがゲント、表情が豊かですよね、パブロ。ね、ジャスティンさんのカメラ目線めちゃくちゃ好きっす。マイヤもちょっとこう呪文を唱えてるような中毒性のある発音だなって日本人の僕が聞くと思うんだけれども、これがいわゆるこう中毒性だったり癖になるっていう要素を生み出してるような気がしますよね。逆にフィリピンの方が聞いた時にこの曲をどう感じたのかっていうのを聞いてみたいですね。サバラガフィリップかな、低音いいな。うわー、ちょっとジョシさんの歌い方この曲にめちゃくちゃ合ってますね。癖がすごい。コクナケのグモロ、深いディープですね。ディープダーランド、ガナリって日本語では言うんですけれども、めちゃくちゃいいですね。
Go! ジョシュさん、ネットではメインラッパーという紹介があったんですけれども、その通り、このグループをラップで引っ張っていくのはジョシュさんだなっていう印象があります。めちゃくちゃリズミカルだし、リズミカルな中に自分のオリジナリティっていうのを編み込んでいて、ちょっとめちゃくちゃうめえなっていうイメージですね。前回のマパでは全然感じられなかった新たな魅力っていうのをこの曲で感じてます。こう周りの聞き手、受け手に届けるような意識っていうのも非常に強いんじゃないかなと思ってきて、画面越しでも強く飛んできますよね。そうにマジモーの細かい箇所も見事です。ああパブロすごい。めちゃくちゃ早口なラップです。めっちゃパワフルだよね。ちょっとハイスキルすぎてちょっと僕も解説できないぐらいの僕ラップはあまり歌い手としては得意ではないんですけれども、パブロがすごいってことはめちゃくちゃわかる。だって真似できないから相当すごいです。どこでブレスを使うか、どこで息を吸うかっていうのもすごく設計されていて技術的ですよね。めちゃくちゃかっこいいフィリップ。リストかっこいいね。なんか今回のファーストテイクって踊りはなしで歌だけじゃないですか。その中でも自然と彼らの体が揺れてきて、まさに踊りながら歌っているように見えてきますよね。うわーエンターテインメント。これはエンターテインメントです。ジャングルみたいフィリップ、低音えぐいな。マジでこんなに低い声を出せる男性っていうのは世の中にそんなに多くはないので、本当に貴重な存在です。No Russia can do this all day。 しかもちょっとこう息が多めなのでスモーキーな感じなんですよね。ジャングルに迷い込んだみたいですもんね。Go back。 めっちゃかっけえ。バンスジャスティン、まるで霧を歌声から霧が出てきたみたいですよね。アロアロウェイかっこいいフィリップ、低音ラップがめちゃくちゃ魅力じゃないですか。刺さる。ポワー一緒に言いたくなるし、ライブに行きたくなるような合いの手ですね。ボルテージが上がってくるんですよね。低音でテンションがどんどん上がってきて興奮が伝わってくるとまたこれも盛り上がりますよね。口がうわーって大きく開きます。デンゲンいいっすね。エッジが効いててオーバー、すごくねピュア等身大でストレートな歌い方するなと思います。ジャスティンさん刺さる。ディザスター、彼のマイルドさっていうのがこの5人の中にあるからこそ5人のバランスが整うような気がします。ギギア、このギアの時の彼のね口がめちゃくちゃ好きです。ステル高音をすごく簡単に出しますよね。素晴らしい。好き、ライオンキングみたい。壮大ですよね。曲の一曲を通したその世界観だったり抑揚、物語性っていうのがお見事です。からのパブロさんまた来ました情熱的ですね。闘志、心の中に秘めてある思いの強さっていうのが歌唱を通して伝わってきますよね。幻冬連投、フェイク美しいですね。ステルだよね。非常にリズミカルです。このメロディーの動きめちゃくちゃおしゃれですね。世界の透明さっていうのがなんかこう新しい光に明るい未来に向かっていくようなメロディーの進行だと僕は思いました。夜明けみたいですよね。
き抜けていくような光のような綺麗な歌声ですね。In the moonゲット。この感想のインターバルっていうのがね、また一旦休んでまた盛り上がっていきましょうみたいないい休みになってますね。緩急。なるほどね、ライブではコール&レスポンスみたいなことをやるんでしょうかね。ゲントっていう歌詞が何度も出てくるので、やっぱりこのゲントに込めたる思いの強さっていうのが伝わってきます。キスミこのすごいね、フィリップのこの低音非常にミストですよね。マガさんのマナゲント、マパとは別人ですよ本当に。ゲント発音特徴的ですね。Like this like this。 ああ、いやー引っ張ってくれるねリーダー。うわー、曲のピークが見事にラストで決まってます。ドラマチックな構成ですね。ないよヒートもかまし、ここのヒートのとこがすごすぎ、すごい器用だよねパブロね。めっちゃ甘いフェイスですよねジャスティン。ラララテテレレレテテ、ちょっとこう民族チックなね、ちょっとした怪しさもあるような感じ。笛の音、民族楽器なのかなもしかして。エイダレッツゴー、いいね。終わりなんだけどストーリーが始まったようなレッツゴーっていう終わり方ですよね。ここからなんか始まりの曲っていう印象です。いやーすごい。とにかく楽しんで歌っているんだなっていうのが聞いててすごく伝わってくるし、マパを最初に僕は聞きましたけど、今回のゲントは全くもう5人が別人のような歌唱を見せてくださってちょっとびっくりしました。歌唱技術も全然違う引き出しから出てきたし、曲を盛り上げていくためにガツガツした雰囲気を、情熱を出すためにどう歌うかという工夫がたくさん見えてきたというところで、SB19 の魅力をより深く知ることができたんじゃないかなっていうふうに思いました。本当にライブで盛り上がりそうなパフォーマンスでしたね。素晴らしい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、皆さんのコメントもお待ちしてます。Thank you for watching. バイバイ。